こんにちは、オズディです。今回は工程も少なく簡単に作れるカエルライトトラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材はガストに破壊されたりしないように、できるだけ石系のブロックを使用するようにしてください。動画ではカエルを10匹でトラップを作っておりますが、もしそんなにいない場合は少なくても大丈夫です。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回の装置は縦8マス×横5マスの範囲で作成します。作成するバイオームは玄武岩デルタとなり、ある程度の広さと高さが必要になってきます。広さは整地すれば確保できますし、高さは天井部分を掘れば OK です。またトラップへの誘導経路を確保しないと、効率に影響が出るので半径20マスほどは整地しておきましょう。ではトラップを作成していきます。まずは整地した箇所の中央部分あたりを、横に5マス分掘っていきましょう。続けて縦方向に追加で4マス掘っておきましょう。そうしたら 5×5 になるように先ほど掘った箇所と、つながるようにそれぞれ溝を掘っていきます。間のこの部分の9マスも掘っていって、高さ1マスで 5×5 にしておきましょう。そうしたら今掘った 5×5 の範囲を、追加で3段掘って深さが4段になるようにしておきます。穴の中に入って正面にしたい方を向き、中央部分を高さ3段で2マス掘っていきます。今掘った穴の箇所にラージチェストを設置します。チェストに接続するようにしゃがみながら、ホッパーを5つ並べて設置しておきましょう。今設置したホッパーに接続するように、横の2マスにしゃがみながらホッパーを設置しましょう。反対側にも同じようにしゃがみながら、それぞれホッパーを設置していきましょう。5×5 の横の壁のホッパーの上の箇所を1列掘って、その中にフェンスを設置していきましょう。反対の壁にも同じようにして穴を掘って、その中にフェンスを設置していきましょう。そうしたらホッパー部分の上にしゃがみながら、それぞれカーペットを設置していきましょう。白色のカエルで良い場合は、カーペットの上にオタマジャクシを放ってスライムボールで成長させます。成長したカエルにリードをつけて、先ほど設置したフェンスにつないでおきましょう。残り9匹も同様に設置していきます。こんな感じで合計10匹のカエルを、リードで設置できていたら OK です。また異なる色のカエルライトを入手したい場合は、バイオームごとに成長させたカエルを連れてきましょう。緑色のカエルが欲しい場合は寒いバイオームや、エンドやディープダークなどで成長させましょう。成長させたカエルをネザーゲートを通して、トラップ内に入れていけば OK です。またオレンジ色のカエルが欲しい場合は、平原などで成長させるとオレンジ色になります。色分けしたい場合のそれぞれのバイオームを、表にしてみましたので、こちらを参照してください。チェストの上の箇所にガラスを設置して、その上にブロックを設置しておきます。カーペットを設置している上の段に、それぞれ粉雪を敷き詰めていきましょう。処理槽から1マス開けた箇所を1つ掘ります。掘ったこの位置にはしごを2つ設置します。1マス開けた部分に高さ5段でブロックを設置します。登れるようにはしごも設置しておきましょう。5段の一番上の処理槽側に、仮ブロックを3つ設置しておきます。3つ目の仮ブロックにハーフを設置しておきます。ハーフブロックの4方向にそれぞれ、丸石の壁を設置しておきましょう。ハーフブロックの上に鉄ブロックを、T 字の形になるように4つ設置します。真ん中のこの部分にカボチャを設置して、アイアンゴーレムを召喚しましょう。ゴーレムが召喚できたら先ほど設置しておいた、丸石の壁をもう一段高く設置しておきましょう。仮ブロックは壊しておきましょう。そうしたら5段で積んだブロックの上から、
追加でブロックを30個設置していきましょう。上り下りできるようにはしごも設置しておきましょう。処理槽側に向かってガラスを3つ設置しておきます。下に降りてはしごの横にも先ほどよりも2段高くブロックを設置しておきましょう。反対側にも同じようにして、真ん中よりも2段高くブロックを設置します。今設置したブロックの前の部分に、それぞれ2段でブロックを設置しておきます。ブロックの上にそれぞれハーフブロックを設置します。ハーフの間部分からブロックを上に積み上げて、先ほどと同じ高さになるように設置しましょう。ガラスの周りも待機している間に襲われないように、ブロックを2段設置して囲っておきましょう。ブロックの上からハーフブロックを敷き詰めて、天井部分を設置しておきましょう。下に降りて入り口部分のこの箇所に、敵が入ってこないようにドアを設置します。壊されたりの心配がある場合は、鉄の扉を設置しておきましょう。鉄の扉の場合はこの箇所と外側に、ボタンを設置しておきましょう。これでカエルライトトラップは完成となります。では待機所で少し待ってみて、どれくらい取れるかを見てみましょう。あれから10分ほど放置していたので、早速下に降りて確認してみましょう。チェストの中にはカエルライトが8スタックと11個で、マグマクリームが1スタックと46個溜まっていますね。単純計算で10分で523個のライトが入手できたので、1時間で3138個のライトを回収できることになります。ただ大きいマグマキューブの湧き加減であったり、地形などにも左右はされてくるかと思いますので、あくまでもこれぐらいのライトが入手できるという、目安として参考にしていただけますようお願いします。またゴーレムもマグマキューブのダメージで消耗するので、傷ついている場合は鉄インゴットで修復してあげましょう。倒されてしまうと、またゴーレムを中に入れる作業が面倒なのでご注意ください。今回のトラップはいかがでしたでしょうか？今回は大量のカエルライトを入手できる、カエルライトトラップの作り方のご紹介でした。多少の整地の手間はあるのですが、作ってしまえば無限にライトを入手できるので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。